おはようございます。ケンです。2025年の Q4 の結果が出ました。そして今回の Q4 の決算を見て、テスラはもう成長が止まったと感じられたら、それは少し早いと思います。確かに結果を受けて株価は下落し、この資料を作っている段階では436ドル台まで売られました。数字だけを見るとネガティブに見えるのも事実です。ただ今日はその数字をそのまま受け取るのではなく、なぜこの数字になったのか、市場は何を見落としているのか、そしてテスラは今どこへ向かっているのか、この3点を僕なりの視点で整理していきたいと思います。まずは Q4 の結果、こちらを確認していきましょう。テスラの2025年 Q4 の納車台数は市場コンセンサスをわずかに下回りました。未達と言われる水準ではありますが、差は本当にわずかです。一方で生産台数は納車台数を上回っています。これは工場が止まっているわけでも、生産能力が落ちているわけでもないということを意味しています。そしてもう一つ重要な数字があります。それがエネルギー事業です。Q4 のエネルギー貯蔵の展開量は過去最高を更新しました。ここははっきりとしたポジティブ要素です。ただ、市場の反応を見ると、納車未達、この一点にフォーカスされ、株価は下落しています。では、ここからが今日の本題です。本当にこの Q4 は悪い決算だったのでしょうか？まず注目したいのは、アナリストの見方です。複数のアナリストが指摘しているのは、Q4 が弱かったというよりも、Q3 が強すぎた可能性があるっていう点です。それはなぜか、理由の一つは税制や補助金の影響です。本来 Q4 に出るはずだった需要の一部が Q3 に前倒しされた。この影響を無視して Q4 だけを切り取って評価するのはやや乱暴だという見方です。もし Q3 と Q4 をセットで見たら、そこまで大きな失速があったようには見えません。ここで一度立ち止まって考えてみたいと思います。テスラは本当に EV メーカーとして弱くなったのか？この問いです。もしテスラだけが大きく数字を落としているなら、それは問題です。しかし、今の EV 市場全体を見渡すとどうでしょうか？多くの EV メーカーが需要の踊り場に直面しています。価格競争、補助金の変化、金利の環境、これはテスラだけの問題ではありません。むしろここで重要なのは、その環境の中でテスラはどういう状態にあるのかっていう視点になります。生産は維持されている。主力モデルは依然として売れている。致命的な失速は起きていない。ここまでは客観的な分析です。ただしここで一つ違和感が出てきます。それは市場は本当に重要な数字を見ているのかという点になります。先ほど触れたエネルギー事業 Q4 で過去最高を更新しました。にもかかわらず、この点は株価にはほとんど反映されていません。それはなぜでしょうか？理由はシンプルです。多くの投資家が今でもテスラを車の会社として見ているからです。納車台数がすべて、車が売れたかどうかがすべて。しかしテスラ自身は本当にそう考えているのでしょうか？では、ここからは少し視点を変えます。テスラは今も EV メーカーであることは間違いありません。ただ、それだけの会社ではなくなりつつあります。エネルギー事業は四半期ごとに存在感を増しています。しかもこの分野は利益率の改善余地が大きい。車はどうしても価格競争に巻き込まれやすい。一方でエネルギー貯蔵はインフラに近いビジネスです。ここにテスラの次の顔が見え始めています。そしてこの流れは決して偶然ではありません。テスラは台数を追いかける会社から社会の構造を抑えに行く会社へと少しずつ軸足を移しています。車、エネルギー、そしてその先にある AI と自動運転。Q4 の数字はその移行期のある一断面に過ぎないかもしれません。では、ここからは
もう一段視点を上げてみましょう。今回の Q4 の数字をどう評価するか、その鍵を握っているのは、やはりイーロン・マスクさんの視点だと思います。イーロンさんは今のテスラを何台売れたのかという軸だけで評価していません。むしろ、どの領域を抑えられているのか、次の10年の基盤を作れているのか、ここを見ていると思います。まずは FSD と自動運転です。FSD は短期的には売上や利益に分かりにくい分野です。そのため市場からはいつ実現するかわからない、まだ先の話と見られがちです。ただ視点を変えると FSD は単なる機能の追加ではありません。これは車を売って終わりっていうビジネスモデルを走り続ける限り価値を生むモデル、これに変える仕組みなんです。もしこれが完成すれば納車台数よりも走行距離、稼働時間、ネットワークの広さ、これが価値の源泉になってきます。そして次にロボタクシー、そしてサイバーキャブの構想です。これはまだ具体的な数字としては出てきていません。だからこそ多くの投資家は評価しづらい。しかし重要なのはテスラがこの方向に本気で進んでいるという事実です。自動運転前提の車両、人が運転しない前提の設計、これは従来の自動車メーカーの延長線上にはありません。Q4 の納車台数が少し上下したところで、この大きな流れが止まるわけではない。むしろ短期の数字が不安定な時期にどこへ投資をしているのか、ここを見るべきだと僕は思います。そしてもう一つ、エネルギー事業です。ここは今回の Q4 で最も分かりやすい成果が出た分野です。エネルギー貯蔵は景気の影響を受けにくく、一度導入されると長く使われる。しかも車と違って買い替えを毎年促す必要がない。これは非常に強いビジネスモデルです。テスラは車で培ったバッテリー技術と生産ノウハウをこの分野に横展開しています。ここが伸びるほどテスラは自動車会社からインフラ企業に近づいていくということにもなります。ではなぜ市場はここをまだ十分に評価していないのでしょうか。理由はシンプルです。市場は過去のテスラのイメージで今のテスラを見ているからです。EV メーカー、成長株、納車台数がすべてこのフレームから抜け出せていないんです。一方でテスラ自身はすでに次のステージに足を踏み入れています。このズレっていうのが Q4 後の株価の下落、これを生んでいるんじゃないかなとも言えます。ではそういったことを踏まえて2026年を見据えて考えてみましょう。生産拠点は最適化されつつあります。地域ごとの供給もより合理的になっていく。車、エネルギー、AI と自動運転、この3つが別々ではなく一つのシステムとしてつながり始めている。Q4 の数字っていうのはその移行期に出てきた少し歪んだスナップショット、こう考えるといいかもしれません。ではそういったことを踏まえて皆さんに聞いてみたいと思います。皆さんはどのテスラを見ていますか？短期の納車台数ですか？四半期ごとの数字でしょうか？それとも5年後、10年後の事業構造でしょうか？今日の Q4 の結果を受けて株価は大きく下落していますけれども、見る視点が違えば高くも見えるし安くも見えます。それが今のテスラじゃないかなと思います。はい。ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は Q4 の結果を受けて下げておりまして、現在436ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程が決まりました。ぜひ真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術を体感してみませんか？こんな方におすすめということで、真冬のヒートショックが怖い方、逆に真夏の家での熱中症が怖い方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたい方、または経営者の方でオフィスの空調をどうにかしたい、電気代が高くなってしまってて
困っている、そんな方におすすめです。去年一緒に行った人で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置しました。この理由が家も古くなり、断熱性もない、また真冬のヒートショック、真夏の熱中症もエコウィンがあれば解決してくれると思ったからというものです。ぜひどんな感じなのか、これは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。では、日程ですけれども、1月23日の金曜日、エコファクトリーの熊本本社で行います。福岡からは一緒に行きましょう。僕が車を出します。熊本空港まで来られる方は空港から送迎いたします。時間は10時から15時ぐらいまでを予定しております。そして2月9日の月曜、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。東京は定員は10名です。時間は10時から12時で、その後は近くでランチして解散ということになります。僕も朝一で行きます。東京の方は残り6名となっております。参加希望の方は僕の LINE より連絡の方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。